こんにちは、ゆかです。少し前にビジョンを持つことの重要性っていうのを話したんですけれど、今日は私がいかにそのビジョンを自分のカレンダーに落とし込んでいるのかっていうことをシェアさせてください。4月になりましたよね。で、多分ね、私のチャンネル見に来てくれている方は日本に住んでいる方がほとんどなので、もしね、私、過去に日本に住んでた時のように、だんだん空気が暖かくなってきて、なんか体も動くようになってきて、新生活、新しい人生、新しい自分みたいな気持ちになって、なんかね、いろんなことにね、取り組みたいって思ってる人がいるとすれば、これね、参考にしてもらえるんじゃないかなって思うんです。なので、行きましょう。まずね、私ね、ビジョンを持つ前に自分の中にね、確認作業をするようにしてるんですよ。っていうのがね、ビジョンを持って、そこから自分のカレンダーに落とし込んでとかって、まあまあ時間もかかるし、労力がかかるから、もし自分の中でこれはどうしても叶えたいっていう、この意思だとかね、これは自分の中でちょっと面倒だな、大変だなって思うことがあってもやり遂げようっていうね、その決断がね、固まってないと、そのビジョンを持つこと自体、時間と労力の無駄なんじゃないかなって私は思っちゃうんですよ。だから、まずはね、自分が変えたい、こうなったらいいなって思ってることに対して、本当に自分は変えたいと思っているのかっていうことを決めた方がいいんじゃないかなって思うんですよね。だって、もしね、本当にやるかやんないか分かんないような計画を立てるんだったら、また違うところについて考えた方が、時間も労力も、この達成しなくてもいいやって思ってることに取り組んでる時間とかもったいないから、本当に自分でどうにかしたいと思うことだけをやるようにしよう。いくつもビジョンを持っても、やらないんだったら自分の意識をぶらすだけになっちゃうから、本当に自分が変えたいのかどうか、よくよく考える。よくよく考えて、本当に変えたい自分、変えたい未来っていうのがあるんだったら、初めてビジョンを作るようにしたらどうかしらと思います。で、仮にね、自分は変えたいって思うものがあったり、ことがあったりだとかね、自分自身っていうのがあるんだったら、初めてビジョンとして落とし込んでいくんですよね。私はね。こういう家に住みたいだとか、こういう体型になりたいだとか、こういう収入が欲しいとかね、何々が欲しいでもいいし、この誰々とこういう環境を作りたいだとかね、こういう人と出会いたいとかでもいいしね、全部その理想っていうのを書き出します。私はね。で、自分の心のあり方だとか、ありとあらゆることを私は書きます。で、そこのところをノートに書き出していくんだけど、ちょっとずつ何行か開けて、それを書き出します。そしたら、その下に、今の自分は果たしてどういう状況にあるのかっていう現状を書いていきます。例えば、月収100万円稼ぐのが理想だとしてそう書いたら、その下に、でも今は30万しか稼げてないんだったら、今は月収30万だっていうことを書いていく。でそれをね、全部のビジョンのところ、理想のところの下に書いていく。そしたらね、私はね、あんまり面白くないんですよ。この、ここのフェーズっていうのは。っていうのが、一番最初に、どうなったら自分の人生最高っていうことをこうどんどんリスト化していくじゃないですか。それはどんどん気持ちよくなるし楽しいし、どんどん筆が進む。でも、今の自分ってどうなのよっていうのを書くのって、そんなに楽しくない。
テンション落ちるかもしれない。でも、やっぱり自分が今どこにいるのかっていうのを把握することで、自分がどういうスピードで、どういう方法で行動を起こしていったら理想の状態までたどり着くのかっていうのが分かるようになるから、現状把握も大事だと私は思う。よくね、ビジョンボードとかね、作ってる人とかいると思うんですけれど、それをね、ただ見て、そこからね、今自分が何をやらなくちゃいけないのかっていうのがね、魔法のように頭の中に浮かんできてね、その通りに動ける人もいるのかもしれない。できる人もいるんだと思う。きっとね。で、きちんとそのビジョンボードを全部自分の思う通りに叶えられる、あるいは少し変わっても最終的に自分にとってベストな形で叶えられるっていう人もいるのかもしれないけど、でも私はね、やっぱりちゃんと計画しないとダメな人、忘れちゃう人、あとは心が折れちゃう人、あまりに大きい未来すぎて心が折れちゃうっていう意味ね、人だとか、やっぱね、その時々人生が起きるから、優先順位が下がっちゃって、気持ちは十分あるのに、たどり着くのに時間がかかる人、たどり着けない人っていっぱいいると思うんですよ。だから、自分が考えなくてもいいように、スケジュールに落とすには、このやり方が私にとっては一番いいなと思ってやっていること、始めていることなんだけど、まずね、その現状把握のところまで行く。そしたら、その下にね、そこのところから理想の状態に持っていくためには何をするのかっていう行動の、行動をね、書き出していってほしいんですよね。で、それが細かければ細かいほどいい。例えばさっきの例でいくとね、月収100万円が目標なんだけれども、現状では30万円しか稼げていない。そうだとしたら、今の職場で、100になるって30から100って、正直、会社に勤めてる人だったらね、そんなに簡単なことじゃないと思うんですよ。同じ職場で倍以上の給料を稼ごうと思ったら、何十年かかるか分かんないし、もっと言うと、何十年かかっても到達するかどうかも正直分からないじゃないですか。でもそれは、今の職場で頑張るってもし書いたとしたら、ちょっとそれはね、おかしいよね。だから、もしそういう状況にいるんだとすれば、副業をしなければいけない。あるいは、転職をしなければいけないっていうことになる。両方やってもいいと思う。で、仮にね、転職をしようっていうことになったら、稼げそうな業界をまず調べなくてはいけない。同じ仕事内容で、同じ業界で、同じレベルのね、仕事をしたら、倍以上給料が上がるなんてことはそうそうないと思う。会社勤めだったらね。だからその業界を調べる。で、転職活動のサイトだとかに登録する人材紹介会社にアポイントメントを取るとかね。その細かいやることを全部書き出していく。で、それをね、すべての自分の理想と現状のギャップのところの下に書き出していく。そしたらね、それをね、長いリストになったものを今年中に叶えたいのはどれかっていうのを選ぶんですよね。私はね。で、それの参考材料にすべきものは自分が5年後、そこまでじゃなくてもいいけどね、1年後、2年後、3年後。私の場合は5年後とか10年後、こういう風になってたいっていうのがあって、逆算して今年やりたいっていうのをちょっと決めたりしてるんだけれど、自分がゆくゆくはどういう人になっていたくて、どういう人生を送っていたくて、どういう世界観の中で生きていたいのかっ
っていうことから逆算して、今年どれに注力すべきかっていうのを自分が手に負えるだけ、1個なのか2個なのか3個なのか、すごく器用な人だったらもうちょっと選べるかもしれないけど、それを選んで、そこから自分が何時間そのために使えるのかっていうのがちゃんと見えるような形になったら、自分がちゃんとできる量で細かく行動に落とし込んだものをカレンダーに入れていく。で、あとは何々やったって言ったらチェックできるような形で行動すべてを管理していく。できなかったら持ち越すとかね。あるいはこれ自体行動としていらなくなったんだったら消していくとかね。それを常にやる。で、これでね、自分が最終的に行きたい場所っていうのを常に自分が見える手元に置いといて、で、私の場合はね、手帳なんだけど、常に自分がそこに到達した時のことを想像しながら、今はその土台を作っているんだっていうこと以上には私は考えず、大きな見返りっていうのは求めず、淡々と行動だけこなすようにっていうのをやってます。なんかそれだと、すごく大きな結果を求めてしまうと、思い通りにならなかった時にがっかりするんじゃないかって思うんですよね、人によっては。思い通りの感じで進まないと、それがうまくいっていないんじゃないかって思ったり、がっかりしてやめちゃったりしたくなる人っているんじゃないかって思うんですよね。特に完璧主義の人とかね。だから、結果にフォーカスするんじゃなくて行動にフォーカスする。行動の積み重ねっていうのがあれば、絶対自分の状況っていうのは変わると信じて私は取り組んでいます。そうするとがっかりすることもないし、期待もしてないから、どこに行きたいっていうのは決めてるんだよ。なんだけど、期待もしてないから、感情が大きくこうぶれることなく続けていける。で、これは私にとってはすごく楽なんですよね。感情のキャパシティを余分に取られることないし、その都度、よし、今何しなきゃいけないんだろう、今日何しなきゃいけないんだろう、どうすればこのゴールに到達するんだろうって、大きいビジョンを常に見ていなきゃいけないのとは違うから。で、このやり方ね、私には今すごくいい感じなの。だから、この春になって、新しい自分、新しい生活、新しい人生ってね、なんかこう、ウキウキしたような気持ちでね、作っていきたいなって思ってる人には、真似してやってみてほしいなって思います。まずはビジョンを持つことの大切さ。で、そのビジョンは本当に自分にとって叶えたいものなのか、叶えようっていう強い意志はあるのか。で、もしそうだとしたら、今の私が話した方法でカレンダーに落とし込んでいってほしいです。で、大きな期待をするんじゃない。それによって何を結果として出すか、リターンとして得られるかっていうんじゃなくて、行動だけにコミットしていく。外の環境だとか未来は自分が 100% コントロールできないから。だから、結果だとかにコミットしてはいけない。ただ、行動は 100% 自分で管理できる。コントロールできる。決められるから、自分がコントロールできるものだけに注力してやると気がすごく楽なんですよね。ぜひやってみてほしいなって思います。はい。じゃあ今日はこの辺で。今日も聞いてくれてありがとう。じゃあねー。